1776年のことでした。バイエルンでは合理主義、宗教的自由、普遍的な人権など新たな理想がカトリック教会が公共問題に及ぼした多大なる影響力と衝突。大西洋の向こう側、新国家が新しい思想を原理にし独立する権利を主張した。しかしバイエルンでは法律学の教授アダム・バイスハウプトの世俗的哲学を教える試みは、バイスハウプト自らの思想を秘密結社を通じて広め、教会のイデオロギーの短所を明るみに出すことに、秘密結社をイルミナティと名付けました。バイスハウプトはフリーメイソン組織を秘密結社のモデルにしました。もともと中世後期の優秀な医師たちのギルドだったフリーメイソン組織は医師術を伝え、知識と理性の理想をより一般的に奨励し変化していく。時とともに半ば秘密で排他的な秩序を持つ団体へと発展し、財力や影響力を持つ人も増え、手の込んだ秘密の入会儀式があった。バイスハウプトはそこに参加したまま自ら組織を作り、高位の者から団員を募りました。ローマの奴隷反乱のリーダーにちなんでスパルタクスというコード名をつけた。初期メンバーはイルミナティを管轄し委員会を構成。メンバーの一人アドルフ・クニッゲは影響力を持つ採用担当になる。クニッゲの助力でイルミナティの会員数は増加し、メイソン集会で影響力を持ちメイソン風の儀式を取り入れる。1784年までに会員数は600名を超え、中には有名な学者や政治家もいました。会員数が増えるとき、アメリカ独立革命の勢いも増していた。トマス・ジェファソンはバイスハウプトに影響を。ヨーロッパの君主や聖職者は同じ反乱が起きることを恐れていた。一方、イルミナティの存在は公然の秘密となった。イルミナティとフリーメイソン社会における裕福なエリートの排他的集団で、宗教団体や政治組織の関係者との付き合いも絶えずあった。政府と教会の人々の多くはどちらのグループも信仰を害しようと信じていた。しかしこれらグループは宗教に反対したのではなく、政教分離を信じていた。疑い深いバイエルンの政府はイルミナティと噂された人の記録を取るようになる。イルミナティの団員が地方政府や大学の重要な地位を得始めた途端に、1784年バイエルンのカール・テオドールが発した布告により、全ての秘密結社が禁止されました。表面上秘密事を公的に禁止にすることは難しそうですが、この時は成功しました。わずか9年で結社は解散され、記録は差し押さえられ、バイスハウプトは追放される。イルミナティが消滅すると、その悪名度は短期間存在していた頃よりひどくなる。フランス革命の余波が残る10年後、保守派の作家たちはイルミナティが追放を逃れ、君主国の転覆を企てたと主張しました。米国でジェディダイア・モース牧師はイルミナティが同様に連邦政府転覆の企画説を。しかし秘密結社が今もなお政変を画策しているという考えがあっても、イルミナティが存続・再生、もしくは地下組織化したという証拠はありません。短命だった結社はバイエルン政府の記録と活動が続くフリーメイソンの記録、その重複部分に詳しく記述されており、それ以来一切の記録がない。イルミナティ合理主義の精神から見て、もはや存在しないと考えざるを得ません。イルミナティを創設したバイスハウプトの思想はなおも広がり、現代の西洋諸国の基盤となる。これらの思想はイルミナティで始まり終わったというのではなく、イルミナティという共同体はその設立時すでに進行中で、解散後も長く続いた変化の波を象徴したのです。これらの動画を見て視野を広げてください。そしてチャンネル登録をお願いします。そうしたら新しい学びのチャンスを逃すことはありません。